なんかレシャンはね、だからそこがね、すごい抜けてんのよ。で、ガチ君は、なんかもうよくわかんないけど全部やってる。ガチ君はもう対戦しないと、もう多分おかしくなっちゃうんだと思う。お疲れ様です。梅原さんがメガネ忘れたってみんなが、いや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 、あの時に初めて知りました、言った時。だからみんな、えみたいな言ってたじゃん。なんすかそれみたいな。梅原さんがいきなり言った時に知った。だけどなんかメガネ関係ないって言ってたよ。メガネ別に、なんか疲れとか、なんかモニターが遠かった時に影響あるけど、みたいな。まあ、ただ、こっちはちょっと不安っていうか、大丈夫なのかなっていうのがね。まあ、結果、もう関係ないね、みたいな。それはもう俺には分からない。いや、俺言ったよ。メガネ使えますって。動画ちげえだろって言われて。ジョークですやんと思ったら、こっちは。フードさんから見て、今日は梅さん勝ちそうだなってありますか？いやー、わかんないね。全然わかんない。ただまだやっぱ仕上がってないなとは思う。なんか、どう、こう、攻めるのかみたいなのが本人でもまだこう、なんだろう、試行錯誤中だなっていうのは感じてたから、やっぱ勝つときって、もうなんかやることあの人結構決まってるパターンが多いんだよね。この技が来たらこの技を打ち返すとか。で、それの精度がものすごい高いのがやっぱ、梅原さんの特徴なんだよね。まあだから、まあ過去のね、勝ってる時とかはもう大体もうなんか、もう積みみたいな感じ。だから今はまだこう、そこまでは到達しないよね、みたいな。地獄入りがね、実はね、すごいわけじゃないというのが、この昨今なんですよね。なぜなら、大半地獄にいるからって。だから、地獄以上の、地獄に行く必要がある。昔はね、やっぱ地獄行くと、まあ、そのアドバンテージあったわけ。まあ、そんな地獄みんな行かないから。今すごいから。在住人住、いる人だけどなんか、いや、まあ、その反省会の中で俺、まあ、俺もなんかネモさんも言ってたのが、対戦しまくるって、なんか微妙じゃないですか、みたいな。いや、俺が思ったレシャーの強さなんだけど、キャラクターの連動、キャラ体の連動、人体とかの連動が、こう、順にあると思うんですよ。最初に、やっぱやり込むときに大事なのって、キャラクターの連動が低いから、いっぱい対戦しまくるみたいな。ある程度、動かせるようになったら、対戦はまあ別にそこそこでも多分問題なくなる。でそっから、このキャラクターの対策とかをどこまで深めるかみたいな、多分トレモみたいなのが大事なんじゃないかな。まあ、レシャーとかもうマジで一生トレモやってるから。なんかレシャーはね、だからそこがね、すごい抜けてんのよ。まずもう対戦自体が多分少ない。まあ別にやんなくてももう動かせるから。だから、キャラクター対策とか、で人読みとかのところに時間とベッドができてんのよ。で俺一番そこに投資してるのは、レシャーって感じ。で、ガチ君は、なんかもうよくわかんないけど全部やってる。ガチ君はもう対戦しないと、もう多分おかしくなっちゃうんだと思う。メナも対戦少ない。だからそう、多分操作に関して問題なくなった時に、多分そっちのフェーズになるのが偉いんじゃないのかなっていう。ただやっぱり、じゃあお前ドリームの練習してんのかみたいな話になるわけですよ。俺は、そういうの苦手なんで、あんましてないです。じゃあお前人に言うのにお前はやんないのかみたいな。こう言い合いになるんですよ。俺は、その分攻略を伸ばしますって。で、そういえばうちらの声って、ずっと聞こえてました。小声みたいなのも聞こえてました。だからずっと結構喋ってんのよ。そうだよね。まあなんか、まあ、良くないことも言ってるよね。多分ね。まあ言うんですよ。やっぱり。人っちゅうのは。まあ具体的な内容はね、聞こえない方がいいですから。だって聞こえたらさ、文句言うでしょ。で、ファンからするとさ、絶対文句言うでしょ。俺とかもすっげえ適当に言うからね。しかもなんか相手、コンボミスった時に、ナイスコンボーとか俺言ってたのよ。で、そしたら、樋口が、いや、そういうのやめましょうよ、みたいな。ちょっと戸惑ってて。確かに今の時代ではないよね。これもう、昔のゲーセンも結構基本なのよ。だけどさ、コンボミスってさ、相手が、ナイスコンボは、俺大丈夫だと思うんだけど、ダメこれもしかして、FPS の世界とかって叩かれる相手が人気 V、いや、これね、むずいのよ。人気 VTuber だったら、やった方がいい可能性もあるのよ。そういう面白いよっていう、無の方が価値がないから、
面白い選択肢を取る。リスペクトがあればいいわけだから。ちなみにドグロ配信者でそれやって軽く燃えたよ。だからいや、燃えました。だけどさ、大事なのはさ、その後に数字がついてくるかどうかじゃん。じゃあ燃えたんだけど、年収が上がるんだったら、正しいかどうかの判断って難しくね。だからそこはなんか、俺はアクションを起こすとかは、まあ、肯定した方がいいかなと思っちゃう、俺は。俺とかは正直、そういうの全然できないから、なんかあんまやんないんだよ。だから弱いなと思って、本当はもう頭の中では、相当な暴言が埋まってるのに、特にね、あんま上手くない人の試合とか見るとさ、まあ無限にあるわけじゃないですか。全部飲み込んでますもん。けど確かにね、いぶし銀とかさ、まあ若い人たちでさ、なんかそう言った時に、なんかそういうのは俺好きじゃないですって言われてもなんか、ね、ドキッとしちゃうよね。あ、まあ確かにそうだなって。ただの死ねとかクソがとか聞いていて気持ち悪いですよね。そうですね。まあ、まあ言葉遊びは結構大事ですからね。舌打ちってね、あれなのよ。結構なんか癖になるんだよね。なんかね、舌打ち、してる時期あったの俺。してる時期っていうかこれね、まあ共同生活してて、舌打ちをするっていうのあったのよ。みんな。日常的に癖になることが分かってやめた。そういうノリで。で、あれね、ノリでやり始めたんだけど、それがなんかなんかね、舌打ちってね、治んないんだよね。治んないっていうか、なんかね、なんか、それはやっぱね、良くないねってなった。ガヤ上手い人は、いや、ガヤが上手い人ってあんまないよね。ないよっていうか、ガヤって、なんか俺みんなで作るもんだと思うのよ。だから、なんかいいガヤとか悪いガヤがあるから空間が楽しいんだと思う。だからなんか、みんな言うべきだと思う。で、それでこう、作るの、その空間を。だからその中で死ねっていうやつがいても、SFL とかでは良くないと思うんだけど、まあ俺は別にいいと思う。ばあちゃんの大会でさ、まあそういうことやったり、養子いじりするとか、する人とかいて、で、囲まれるから。やっぱやりすぎると。それでいいじゃんっていうか、もうなんか。だからリスクがある。だからコメントってさ、ガヤじゃん。だからリスクないからな。ただいま。新しく買ったベレー帽なんですけど、お気に入りでかぶってたら、何それ、チゲバラって、革命でもすんのって言われて、すごい悲しかったです。チゲバラかな。ベレーボ美人爆誕闇見よさんありがとうございます。ありがとうございます。1000円もらいました。1000円は風ちゃんの取り分。2000円いただいたので、1000円いただきました。ありがとうございます。